はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、シーガートラッシュ 1DD プラス 4BA ハイブリッドモデルです。シーガートのモデルは時々レビューしているよね。1DD プラス 4BA だと以前、真のをレビューしたんじゃなかったっけ？そうだったね。あと、アレテもだよ。ああ、そうだ、忘れてた。ラッシュ、真の、アレテの波形をちょっと重ねてみたの。へえ、ラッシュの中液がもろにフラットだね。真のも結構フラットだったんだ。でも、聞き比べると真のはちょっと軽い感じがした。それは波形には出ていないみたい。アレテは低域から中域をまあまあ抑えてるから明るい印象だったな。どれもあまり山谷が激しくない感じだけど、同じドライバー構成でも聞いた感じは結構違くて、価格帯も3本の中で中間のラッシュが力強くフラットな印象だわ。今回、リンソールオーディオさんから送ってもらっているんですけど、リンソールさんのウェブを見てみたら、シーガートのハイブリッドモデルは種類豊富で充実していましたよ。だよね。そして今回レビューするラッシュは G ガートの 1DD プラス 4BA としては3モデル目になるようだね。ラッシュはスタジオエンジニアやミュージシャン向けに設計されているんですね。モニターライクな仕上がりということでしょうか？そのようだね。波形測定前の第一印象でもそれは感じたよ。価格は2万円台後半。G ガートの 1DD プラス 4BA の3モデルの中では中間だね。組み立て、フェイスプレートの塗りに手作業の工程がある分価値が上がりますね。シルバーとシルバーブルー、2色のカラーが設定されています。手元にあるのはシルバーです。3D プリントされた医療グレードの樹脂のボディは片側 4.5g と軽いです。上部にエアフロー調整穴がありますが、音漏れはほぼ心配しなくて大丈夫です。1機の 10mm PET ダイヤフラムダイナミックドライバーは専用サブウーファーとして最適化され 20Hz で 9dB の強力な出力を実現し、印象的なローエンドの鳴りを実現ということで、確かに低域はいいなぁと思った。4つの G ガート独自のデュアルカスタムコンポジットフルレンジ BA ドライバーは 200Hz から 1kHz の間で非常に明瞭なミッドレンジを再生。カスタムデュアルトゥイーターシステムは高音域の微妙なミクロのディテールを捉え、不自然なピークやリップのないまとまりのある広域レスポンスを実現と、ミッドレンジ、ハイレンジ用に2機ずつの BA を搭載。話はちょっと変わるけど、なんとなく気になったイヤーチップがあったんで購入してみた。ローズテクニクスのサウンドコクーンっていうやつ。リキッドシリコンタイプでナイス HCK-C04 に似た感じ。パープルが綺麗。ジャックさん、リキッドシリコンタイプ好きですよね。確かに。100% 食品グレードの透明性の高い液体シリコン。銀イオン抗菌。時間内で低アレルギー性。イヤーチップにかぶれやすいジャックさん。これ、相性どうだった？これは良かった。かぶれなかったよ。重心が上部にあるらしく安定するらしいわ。今回は S サイズしか買わなかったから耳の奥に入れる感じで使ってる。特性はどうなんでしょうか？ラッシュに装着してまず似た感じの C04 と比較してみたけど、結構似た傾向なんじゃないかな。低域はこの比較では C04 の方が強めだけど、一度の比較じゃまだ未知数の部分が多いんで、今後のレビュー時にも測定していく予定。音収録はバンドルイヤーチップ1に似た部分が多かったんで、今回もブルーの波形リバイナスベルベットを使用することにした。7キロ付近のピークは C04 サウンドコクーンがよく出ているんで、リスニングではこっちも使ってみるつもり。あと、いつものマイイヤーチップ全体での測定結果がこれね。特に説明はしないけど、参考にしてみてね。今回の比較モデルは価格帯もメーカーも違うものにしてみた。EPG-K5 と KZZS テンプロ2ね。ちょっと意外でした。てっきりシーガートの真の問われてたと思っていましたよ。まあ、それもありだったんだけど、特性が割と似てたんでね、中域の出方の違いのわかるモデルがいいかなと思って。波形の違いはこんな感じなんで、まず聞いてみよう。音調整の基準はラッシュだよ。はい。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。結構違いの大きな比較でしたね。K5 とラッシュでは 1.5 キロ以下の出方がだいぶ違っていたよね。そうね。キックの重み、中域の厚みの違いなど、はっきり違う部分が分かりました。K5 は軽めでしたね。そう。で、ラッシュは低域重くて厚ぼったい感じがした。その上、3キロ以上では K5 が3本の比較でも圧倒的に強く出ていたので、すごく明るい質感だった。K5 の抜けが良すぎるだけで、ラッシュの抜けが悪いわけじゃないんでしょ？そうだね。モニター用途に設計されてるんで、派手な味付けがされていないってだけ。ZS10 Pro 2はチューニングスイッチで低域をマックスに持ち上げたから、ドンシャリっぽい波形になってたね。その結果、ラッシュの低域にかなり近づいてた。収録音での低域の雰囲気は似ていたと思う。低中域から中域の差がかなりあったんで、ZS10 Pro 2にスッキリ感があったんじゃないかな。はい、ありましたね。2から7キロあたりまではラッシュに似た出方で、8キロ過ぎが ZS10 Pro 2の広域の特徴だと思いました。シンバルの響きが繊細だったように思います。収録音ではいい感じのバランスに思えたな。それぞれ感想が出たところで、ラッシュの傾向は大体分かったんじゃないかな。そうですね。低中域から中域にかけてかなりフラットなチューニング。なので対象帯域は重たく分厚い感じの出音ですね。これが最大の特徴でしょう。好き嫌いのはっきり分かれる質感だと思うね。リスニングスタイルにするなら、この辺りをこんな風にちょっと EQ 補正するだけでかなり雰囲気変わるよ。そうすることで低域、高域ともに聞こえやすくなる。でもラッシュはモニター用途だから、それやっちゃうと本来の特徴が失われちゃうよね。そう。だから1本でモニターとリスニング両方に対応させるならっていう条件付きでね。あとはアンバランス接続の時には音量を上げていくと広域がやや狭くうるさく感じたんだけど、微ケーブルとバランス接続にすると低域から中域の厚みがさらに増し、広域も余裕が出るのか音量を上げてもうるさいと感じづらかったんで、個人的にはバランス接続で聞きたいかな。でもラッシュは購入時ケーブルが 3.5mm しか選べないよ。G ガートのモデル全体でも購入時 4.4mm が選べるモデルは少なかった。そうなのか。まあそこは手持ちのケーブルで対応ってことにしよう。以上のような特徴を持つラッシュは使い手を選ぶモデルだと感じたけど、モニター用途のモデルを探している人には響くんじゃないかなと思ったよ。そうですね。愛はリスニング専門だからこれはスルーしようかな。愛には響かなかったようだけど、いいモデルだと思ったので興味あったらチェックしてみてね。はい、ということで G ガートの 1DD プラス 4BA ハイブリッドモデルラッシュのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。